私のそばでかかってください。ここへ来て一つとなるところにあなたはおられ
主にホサナ王の王主に高き御座栄光メシアなるイエスにホサナダビデの子ホサナダビデの子主に主あなたに栄光がありますようにホサナ王の王主にあなたの皆だけを褒めたたえます高き御座栄光メシアなるイエスに栄光のおイエスよ平和のおイエスよ天と地治める方義なる神の御子御使いひざまずきたたえて賛美する命の御言葉イエス・キリストへよホサナダビデの子主にホサナ王の王主に高き御座栄光メシアなるイエスにホサナホサナダビデの子主にホサナ王の王主に高き御座栄光メシアなるイエスにメシアなるイエスにメシアなるイエスにそうですメシアなるメシアなるイエスに私たちの愛する天の父なる神様あなたの素晴らしいその皆を褒めたたえます愛する主よあなたは王の王主の主私たちが頭で考えつくその麗しい皆に何よりも勝り主あなたの皆だけが麗しく褒めたたえられるべき高き高き皆であることを覚えてありがとうございます本当にそんな主よあなたに私たちは私の愛する子私はあなたを喜ぶと主よあなたはそのように私たちを愛してくださりあなたの息子娘として私たちを日々使わせてくださり新しくしてくださっていることを心からありがとうございます今私たちあなたの御前にもう一度膝をかがめますあなたの皆だけを高く高く掲げます私たちを強めてください
また私たちを一つにしてください。主よ、あなたは二人三人、私の名によって祈る者たちのうちに、私はその場所に共にいると、教会の中だけでなく、職場において、家庭において、また使わされていくすべての場所において、あなたを歓迎し、あなたと共に歩む、その歩みを私たちがしていくことができますように。私たちが何者だからではなく、主よ、あなたが主であるから、私たちはあなたを褒めたたえ、あなたに感謝し、あなたを今日も愛します。昨日も今日もとこしえに変わらない主よ、あなたを今日もう一度初めの愛で愛することができますように。また今からもう一つの献金、捧げ物である献金をお捧げします。神様、この献金をあなたが幾倍にも祝福し、あなたの御国の拡大のために用いてください。捧げられるすべての方の信仰をあなたが祝福し、彼らの必要をあなたはすべて備えておられることをありがとうございます。信仰を持って今日を捧げます。神様、どうかあなたのそのご計画のために私たちの持てるすべてのものをあなたが用いてください。すべてあなたの御手にお委ねします。私たちの人生すべてあなたにお捧げします。すべて心から感謝して、尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りします。アメン。ではもう一つの捧げ物である献金を捧げていきたいと思います。Because of you I give glory. Because of you I give you praise.
皆さんおはようございます。Good morning。少しだけマイクの量を下げてもらってもいいですか。皆さん今日はこの悪天候の中ですね、礼拝にお越しくださり感謝します。私が2014年の末期にこのカナダに来た時に、ある先生からですね、こういう天気の時には礼拝を休む決断も時には必要ですと言われたことがあるんですね。主の恵みでまだそういった決断はこちらに来てからはしたことはありませんけども、今日本当に皆さんがこのようにこの天気の中、共に集ってくださったことを心から感謝しています。今朝はですね、ご一緒に、一つ忘れましたね。今日私たち家族はですね、明日から日本の方に、一時帰国します。どうぞ皆さん祈りに覚えてくださり、またその間ですね、今回ホディウス先生、谷口先生、またパスターケビンが向こう数週間御言葉をこの場所に取り継いでくださいますので、期待してまたこの場所に集ってくださればと思います。Please continue to remember in your prayer for us while we are going for Japan, and also please continue to remember the service for GJCC, and please join us together for the next few weeks. 今朝はですね、ご一緒に、バイリンガル礼拝ですので、このワンポイント、時間も限られてますね。このワンポイントをですね、皆さんで御言葉から見ていきたいなと思ってますけども、主の食卓に招かれて、We are invited at the Lord's table. This is the title of the message. 私たちは主の食卓に招かれている。ご一緒にですね、御言葉をまず開いていきたいと思いますけども、If you have a Bible with us, let's open up Psalm, 詩編の23編、Psalm chapter 23, verse 1 through 6. 詩編の23編の1節から6節ですね、非常に有名な御言葉です。It's one of the well-known passages in Psalm, what David prayed before God. ご一緒にですね、日本語とまた英語でですね、Rachel, is it okay for you to ask reader in English? 短いわずか6節の御言葉ですので、ご一緒にですね、1節から、まず日本語でお読みしたいと思います。3、はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせて、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。Please read it. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. アメン。一言お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたのご臨在をこの朝もありがとうございます。Father God, we thank you for your presence that dwells among us this morning. 主よ、この朝も私たちはあなたに聞き、また御言葉に聞いてまいります。主よ、あなたが御言葉を通して私たちの心に必要な霊の糧を与え、また励ましを与え、希望を与えてくださいますように。Father, that we come before you this morning to listen to your word. I pray that by the power of your Holy Spirit that you will speak to us, give us a truth and encouragement and hope.
主が私たちに御言葉を教えてください。また御言葉を通して私たちが主をまたあなたに似るものとして作り変えられていきますように、この朝もあなたに期待します。As we listen to your word, we will be being transformed into your likeness, like you, Jesus. 主イエスキリストの皆によって祈ります。In Jesus' name, Amen. Amen. 私たちはこの主の食卓に、招かれているものということなんですけども、皆さんこの友人であったり知人からですねお声がかかってこの食事に招かれることっていうのはこれは光栄なことではないでしょうか。Have you ever thought about being invited by your friends? I think it's quite precious. Don't you feel? You know, when you are asked to come over, hey, let's eat lunch or supper together. 先週ですね、明美さん宅の引っ越しがありまして、私は本当にこのグレッシャーチの方々がですね、共にこの助け合って、無事にですね、引っ越しが終わったことを心から感謝していますけども、その夜ですね、舞ちゃんがですね、私たちを夕食、舞ちゃんらしいですね、真剣に働いた方で、お時間がある方はっていう働かざる者食うべからまさに舞ちゃん節だなということを感じたんですけども、私も真剣に働いたつもりでしたので、でも本当にこの仕事の合間を縫って、またこういうクラスの合間を縫って、また仕事を休んでですね、皆さんが本当にこのように共に助け合える姿っていうのは、私は本当に神の国のそのものであるなということを感じたんです。Last week we helped moving for Akemi-san's Mr. Akemi's house, and at the night we are invited by Mai-chan to come over for the supper, and I felt quite special. I think we always felt quite special being invited. この私たちはですね、この招かれているものであるということをまずこの朝覚えたいと思うんですね。で、この聖書の中においてもこの共に食事をするということは非常にこれは意義深いものであるということ。Even in the context of the Bible, sitting around or sitting together with brother and sister in Christ has a significant meaning, or it's actually an indication of forgiveness and reconciliation. 共に食事をするというのはですね、私は許されているもの、和解している者たちの証であるなと思うんですね。皆さんこの反りが合わない方とかですね、心にちょっと苦々しい思いを持っている方々から招かれた時に喜んでそこに行きますか？行ったとしてもなかなか心から楽しんで食事ができないんじゃないですか。すなわちこの私たちがですね、何気なく、家族でもそうですけども、一緒にこの食卓を囲むというのは、実はこれ私たちは心のどこかにおいてお互いに許し合っている、和解しているという一つの証でもあるんですね。This is exactly the indication of the forgiveness and reconciliation as we sit together around the table. ユダヤ人というのはですね、この異邦人と共に食事をしないというのは皆さんもご存知だと思います。で、そこにはですね、いろんなこの食事規定、ユダヤ人はですね、このひづめが反芻しているもの、豚であったりとか、鱗がないものを食べない、これレビ記に書かれていますけども、そういったこの食事規定ももちろんあるんですけども、一番の理由はですね、彼らは私たちこの異邦人のことを汚れていると。つまりここに許しがないんですね。彼らは私たちを受け入れていない。ですからユダヤ人というのはですね、共に、今でも正統派ユダヤ、ラビというのは、異邦人、私たちと共に食事をしないというのは、聖書の時代から受け継がれている一つの流れであるんですね。You know, Jewish people never sit together with Gentile us. And the reason behind is that there is some kind of the food restriction. There are things that they cannot eat, that we do. But they think that the Gentile is unclean. But more importantly, there is no forgiveness between the Jewish and Gentile. That's why they don't want to sit together with us, with Gentile. イエス様がルカの福音書の15章で、この罪人たちと食事をしている様子が描かれています。これちょっとお読みしましょうか。Luke chapter 15 verse 1 to 2。で、日本語で読みしましょう。3。はい。さて、主営に罪人たちが皆
イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人つぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。In English. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. And the teacher of law muttered, This man welcomes sinners and eats with them. ユダヤ人たちがですね、なぜイエス様あなたはこんな汚れた者たちと一緒に食事をするんですか。これ言わんとすることは、なぜあなたはこれらの人々を許してるんですかということです。Here the Pharisee, the teacher of laws, condemned Jesus. How come you are sitting with the sinners who are unclean at the table? The meaning that how come you forgive them? そのように彼らが語ります。で、私はここに神の、主の御心が表されているのではないかなと思うんです。But this is exactly where God's heart is shown to us. それはですね、このルカの13章の29節、この御言葉も一緒に見て3、はい。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。In English, moreover, people will come from the east, the west, north, and south to sit at the table. アーメン。皆さん、これが天の御国の情景なんです。すなわちこれは私たちが主の御前にあって共に食卓を囲んでいる。私たちはこの許されているものとして主の食卓についているということですね。で、主はイエス様はこのまさに情景をこの地においても表そうとした。You know, as we are invited as a table, the Lord's table, the meaning that as we are forgiven by God, that's why here's what Jesus is asking to us, Jesus is saying. Why don't you invite your friends? And it's not only the physical aspect, but even spiritually. Why don't you forgive the people you don't like? Why don't you invite them at your table and spend time with? 神の国で私たちは食卓につく。で、この食卓につける者たちというのは、今日このことにこだわりたいと思いますけど、まさに許されている者たち。いいですか？許されている者たち。で、私たちはここなんですね。この御言葉を見ましょう。どのように神と和解しているかというのがここに書かれています。That's how we reconcile to God. 日本語でいきましょうか。3、はい、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。English. And in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to the death their hostility. この場所において神は十字架によって私たちと和解してくださった。主イエス・キリストの十字架が鍵であって、この十字架を通して私たちは主と同じ食卓につくものです。So here's the key that God addressed in actually Paul addressed in Ephesians. Through the cross, we reconcile to God. 皆さん、この主の食卓というのは、もう一箇所見言葉を今日たくさん言っておきますね。こういったところなんですね。いいですか。これ、呼ぶ記の36章の16です。3、はい。誠に神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のないところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられている。Even so, he would have removed you out of the distress into the broad places where there is no restraint, and that which was set on your table would be full of riches. ありがとうございます。主の食卓においては油ぎった食物。いや、私はあんま油っこいもの好きじゃありません。そういう方いませんか？ I don't like the greasy food. That's the Japanese translation say. But これはそういう意味ではなくてですね、英語の方がいい訳だと思いますね。The table would be full of the richness.
ここは最上の祝福という言葉ですねが主の食卓においてはもう満ちている。決して脂っこい食事ではないですね。最上の祝福なの。Full of the richness。この後短くですね、この王の食卓に招かれているということがどれほどの祝福であるのかということをですね、御言葉からちょっと見ていきたいと思います。時間が許す限り。And I'd like to talk a little bit about how blessing it is to be invited at the Lord's table. How blessing it is to be invited. もう一箇所だけ皆さんでご一緒に御言葉を見ていきたいと思うんですけども、第2サムエル記のですね、ここは開きたいと思います。第2サムエル記の9章、旧約聖書の第2サムエル記の9章の7節からご一緒にですね、9節までの御言葉、2 Samuel chapter 9 verse 7 2 Samuel chapter 9 verse 7。じゃあここまず日本語で読んだ後に、Rachel, would you read again from 7 to 9。じゃあご一緒にまず日本語でお読みしましょう。3、はい。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこんな死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。そこで王はサウルのしもべツバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有となっていたものを皆あなたの主人の子らに与えた。Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given your master's grandson everything that belongs to Saul and his family. ありがとうございます。この場所で一体何が起こっているかと言いますと、今私デボーションメールでサムエル記、今週この場所を読んでいきますけれども、ダビデがイスラエルの王として立った時に、ダビデは大の親友であったヨナタンとの契約を覚えですね、そのヨナタンの子であったメフィボシテという人物、それが今日出てきますね、に、恵みを施したいと、そういった条件なんですね。So here's what's happening in this chapter, that when King David became the king of Israel, he called out the son of the Jonathan called Mephibosheth, and he said, I want to show the grace, kindness to you. で、この時代ですね、王が移り変わるときにですね、前の王族のいわゆる一族というのは剣によって滅ぼされなきゃいけない。で、このメフィボシテというのはサウルの血筋ですから、当然死んでいなければいい。死に値するものでまずあったということをしっかり覚えたいと思います。ですから彼が8節においてこのように語るんです。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてください。So here's what Mephibosheth said, bow down and say, verse 8, what is your servant that you should notice the dead dog like me? 死ぬ運命にあったこのメフィボシテにダビデがですね、7節このように語るんですね。私はあなたのゆえではなく、ここが大事なんです。あなたの父ヨナタンのゆえに、いいですか、このヨナタンとの契約のゆえに私はあなたに恵みを施したい。And here's quite remarkable what David said in verse 7, that for I will surely show you the kindness
Not for the sake of you, Mephibosheth, but for the sake of your father, Jonathan. For the covenant that I make with your father, that's why I want to show kindness to you. ここでの、恵みと訳されている言葉はですね、ヘセドという言葉で、私はよよこの地の果てまでもあなたに忠実であり続ける。そのような意味があるんですね。The word hesed is translated into the kindness. The meaning that to the end of the age, I will be faithful. I will be faithful to your covenant. 私のような人が救われるはずがない。こんな罪深い私が救われるはずがない。以前グレースチャーチで救われた方、私も個人的に面識がありますけれども、救われた後もそのようなことを口にしていたことがすごい印象的でしたね。私はまだ許されていない。でも主は皆さん覚えましょう。そのような者たちを食卓に招いている。You know, I'm so sinful. I don't deserve to be saved. How could I save it, Pastor? But just want you to remember that God is inviting you at His table. そのためにキリストがよみがえってくださった、死んでくださったということ。この御言葉をご一緒に読みしたいと思います。ローマの5章の8節。ちょっと長いですけど読みしましょうか。3。はい。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。Same chapter in English. But God demonstrated His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? 私たちはこのキリストの犠牲によって、よみがえりによって救われ、神の怒りから免れている。このキリストとの新しい契約の中にあって私たちはこの救いに預かっているということを皆さんもう一度確認しますよ。ダビデがこのメフィボシテに恵みを施したのはメフィボシテが何者であったからではないんです。彼の生い立ちもその環境も状況も一切関係なかった。ただその父ヨナタンと結んだこの契約のゆえなんです。それだけなんです。そのゆえに私はあなたに恵み。You know the reason why David showed mercy and kindness to the Mephibosheth it's not because who the Mephibosheth was. It doesn't matter what was his background, where he is now. But just because for the sake of his father, Jonathan, just because for the covenant that he made with him. That's why David said, I want to show mercy to you. 今日私たち生産式を共に預かってきますけれども、これは私たちがこの十字架の死とこの復活を覚えるということだけではなくて、この第一コリントの11章の御言葉なんですね。私たちはこのイエス・キリストによる新しい契約の中に生かされているということ、これをまさに覚える瞬間でもあると思いますね。ここもご一緒に読みしましょうか。3、はい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚え、このようにしなさい。In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. イエス様ご自身がこの場所において、このブドウ酒というのは単なる象徴的なものだけではなく、私とあなたの新しい契約の証ですよ。そして私たちはこの主イエス・キリストにある救いのゆえに今このようにされているんですね。第2コリントの3章の6節、ここも読みしましょうか。はい、神は私たちに力を与えて
新しい契約に仕えるものとされたのです。それは文字に仕えるものではなく、霊に仕えるものである。文字は人を殺し、霊は人を生かします。In English, He has made us competent as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. 私たちはこの使徒の新しい契約のゆえに今この主に仕えるものとされている。この契約の中で生かされているということ、ここにとどまるということが今日のまさにダビデとヨナタンの話じゃないでしょうか。メフィボシテの彼は非常にみすぼらしい足苗であった足が歩けなかった。でもそのような状況にあってもただこのヨナタンとの契約の意味 Just because of the covenant、これはまさにイエス・キリストの救いの方なんですね。この契約のゆえに彼はただ恵みを受けた。そして王の食卓に招かれたんです。So I want you to remember the reason why we are invited at his table is not because of who we are, because of what we can do, what you will do, but just because of the covenant that we made with Jesus Christ. この契約なんです。私たちはイエス・キリストをまさにこの信じるこの信仰によって神様との新しい契約、クリスチャンになってもですね、怒りを覚える時もあると思うんです。我が家はですね、夫婦喧嘩あまりしないようにしてますけど、たまにする時があります。でも榎木家にはハウスルールがありまして、夕食を食べる前には必ずお互いにごめんなさいという和解をするというハウスルール、今のところ守られてますけども、喧嘩と両成敗ですね。どちらがいい悪いではない。でもやはりこの感情的にですね、ごめんなさいって言っても感情的にやっぱ煮えたぎってる時あるじゃないですか。ないですか皆さん。でも感情は後からついてくるんです。まず私たちは意思によって、この謝ってご飯を食べる、そんなハウスルール。We have a house rule at Enoki's house that will make sure to say, if we upset or angry about anything during the day, we make sure to say I'm sorry to each other before we eat supper. It's kind of house rule. でもこの私たちそのような時にあってもそこにとどまり続けてはいけないということを覚えたいと思います。絶えず私たちはこの本当に主に招かれているものとしてお互いに許し合うということ、ジャパンデナイトがですね、この2年間毎月1回我が家で行われてまして、まさにこのジャパンデナイトの一つのテーマも神の国の食卓なんですね。皆さん20人30人の方がですね毎月1回集まって、僕は光景はすごいと思うんです。ある意味で本当に喜び、美味しい食事、毎回妻がですね私はほとんどこの下準備手伝わないんですけど淡々とですねこの下準備を2、30人やってる姿、何も言わずに本当にいつも感心してますけども、まさにあれは主の食卓の光景ではないでしょうか。We have that Japan night once every month, and that's actually the picture of his table in heaven. I think that's exactly the view of the God's table in heaven. There is joy, and of course good food. And of course the kingdom of God is not just eating and drinking. でも神の国っていうのはただ飲み食いではない。でも義と平和と聖霊による喜びである。場所で私たちが本当に聖書を開き、また賛美を歌うときに、私はこのことを信じているんです。そこに私たちだけではなく、この地域の人々が神の国のその光景を見ていく。そのために今年もですね、1年間やっていきたいなと思いますけど、ぜひ皆さんお集まりくださいね。でも、We always need to focus on what God is asking us. And He asking us to invite, not just the one you love. この朝皆さんが読みした詩篇の23編の5節。ダビデはこのように言いましたね。神は私の前で食事を整えている。誰の前ですか？敵の前です。You remember what David prayed in Psalm chapter 23 verse 5?
God prepared the table for him in the presence of the enemy. In the presence of the enemy. 私たちの愛する者だけではないんです。主はすべての者たちがその食卓に招かれ、私たちお互いに和解する、許し合う、またその場所において本当に神の国を見るということを願っておられるのでしょうか。I think this is what God, one thing He's asking for us. To sit around with not the one you love, not only not the one you love, but also who you hate or detest. そのために私たちは主にあって自由が与えられているということ。最後に一箇所だけ御言葉を開きたいと思いますけれども、ガラテヤ人の手紙の5章の一節。So, Galatians chapter 5, verse 1. It's going to be the last passage for this morning. 私たちはクリスチャンになってもそのような苦々しい思いを持つことはあります。でもそこにおいて、主が私たちに与えてくださっている思いが、またこの十字架によってもたらされているものはどういったものであるのか、最後にですね、ご一緒に読みしたいと思います。ガラテヤ人の手紙の Galatians chapter 5, verse 1。5章の一節ですね。じゃあお読みしましょうか。3。はい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと罪の奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。In English, It is for the freedom that Christ has set us free. Stand firm, then do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. キリストは私に自由を与えるために。アメンでしょうか。私たちを、いや、すべての者たちを食卓に招くために、すべての者たちが許し合い、また和解し合うために、私たちを解放してください。This is the one thing, the purpose for us to be the Christian, that it is for the freedom that Christ has set us free. この朝私たちは、この聖餐の恵みに招かれているものです。でもぜひ皆さん、このことは共に覚えたいと思います。主が私たちを許し、この主の食卓に招いてくださっているように、私たちもですね、この聖餐式を取るにあたって、今私たちが本当に許せない、またその思いや願いや、またそのような人々がいるならば、そのことをですね、主の十字架のもとに手放していきたいと思います。許しを告白し、そのような思いによっていつまでも私たちが不自由になることがないように、キリストは私たちに自由を与えてください。As we partake the communion service together, I just want you to remember that we are forgiven nation. That's why we are invited at His table. So as He forgives us, we also encourage our spirit and soul to forgive others. そのためにご一緒にですね、まず短くお祈りしたいと思います。今、おのおのがこの聖餐を取るにあたって、その心を吟味してですね、共にお祈りしていきたいと思います。Well, let us take time to pray for a moment, confess our prayers, and confess even our sins, heart of the unforgiveness. Let's all confess before the cross of Jesus Christ as we partake the communion service together. Sure. 愛するイエス様、あなたの十字架には完全な許しがあり、完全な和解があり、また完全な
愛と恵みとが表されていることをありがとうございます。私たちはあなたの十字架によって以前は神に敵対するものであった。しかし今はあなたの十字架によって神の民とされ、あのダビデとヨナタンが結んだ契約のように、主イエス・キリストによる新しいこの契約、救いの中に招かれていることを覚えてありがとうございます。この契約のゆえに私たちはこの朝も主はあなたの食卓に招かれているものです。あなたのこの完全な許しの中に招かれているものであることをありがとうございます。今一度あなたの聖賛の恵みを預かるにあたり、ここにおられるお一人一人の心に聖霊なる主が語りかけ、思いを与え、また祈りを与え、私たちが許すべきことを許し、またその許すべき者たちを愛し、あなたの栄光をこの地上においても表すことができますように、一切の私たちのうちにある苦い思い、そのような許せない思い、また傷んだ思い、傷ついた思いをあなたが十字架の愛によって包み、癒し、また常しえの救いへと導いてくださいますように、この朝の聖賛の恵みを豊かに祝福してください。また今やめる者たちがいるならば、体に体調を覚えている者たちがいるならば、この聖賛の恵みを通してもあなたの素晴らしい十字架の癒しがこの場所において表されてきますように、私の打ち傷によって全ての病が癒されている、そのことを信仰を持って私たちは受け取ります。この朝格別に主はあなたの許しの霊が、またあなたへの悔い改めの霊がこの場所に注がれますように、表されてきますように、主を来てください。愛するイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。すでにイエス・キリストを救い主として信じていらっしゃる方はこの聖賛の恵みに預かっていただければと思います。 If you believe in Jesus Christ as a personal Savior, please partake this communion service together. すべての方がこの聖賛の恵みに加わってくださる。イエス・キリストを信じるその信仰を通してこの恵みに加わってくださることを心からお祈りしています。I pray that all of us would join us together this grace and blessing of the communion service together by the believing in Jesus Christ. ご一緒にですね、じゃあ前の方に来ていただいて、一度席の方に戻っていただいて、一緒にですね、聖賛式に預かっていきたいと思います。主はあなたが与えてくださっているこの聖賛の恵みありがとうございます。2000年前にあなたがその体に39回の鞭を打たれ、その肉が裂かれ血が滴り落ち、その命を死に至るまで追いやられ、そこまでして私たちを愛してくださった。私たちをあがないたい、私たちを主を神の子として救いたいと、そのただ一つの思いからあの十字架にまで従われた。神様、その本当に光景を今私たちは覚えます。単なる儀式ではなく、単なる行事ではなく、この聖賛の恵みを通して私たちのこの霊が、また心があなたと深く結び合わされ、生きた交わりとして
新しい習慣も私たちがあなたの愛に促され、この地へと使わされていきますように。格別にあなたが裂かれたその身体の象徴であるこのパンをありがとうございます。またあなたが十字架の上で流された血潮の象徴であるこのブドウ酒をありがとうございます。この朝も私たちが主イエス・キリストにあるこの新しい契約の中で生かされていることを覚えて感謝して、この聖餐の恵みを扱っていきます。この時を祝福してください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。このパンは主が裂かれた身体の象徴です。 This is the body which is for you。 主を覚えて共に預かっていきましょう。またこの杯は私の血による新しい契約です。私を覚えてこれを行いなさい。 This cup is a new covenant in my blood. Do this in remembrance of me。 共に預かっていきたいと思います。最後に1曲賛美を持って礼拝としていきたいと思います。立ち上がれる方は立ち上がって、一つにしてという賛美ですね。ご一緒に歌っていきたいと思います。一つとなる心にあなたはおられるから聖なる父御子御霊唯一の神よ一つとなるところにあなたはおられるから聖なる父御子御霊唯一の神よ我らを今一つにして主の栄光を表すため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 。最後に祝祷したいと思いますけども、恐縮ですけども、隣の方と、手をつないでおいて、最後に私たち一つの家族として、ご一緒にこの祝祷を祈りたいと思います。感謝します。祈ります。父なる神の愛、子なるイエス・キリストの恵み、聖霊との親しき深い交わりが、この後主よ、あなたがその愛の道を持って引き寄せられ集められたあなたの契約にあって生かされているあなたの愛する息子娘たちの上に
そのご家族の上に新しい習慣も豊かになりますように、一度祝福し、主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。アメン。感謝します。イエス様に大きな拍手をいただきたいと思います。ありがとうございます。それでは礼拝の終わっていきたいと思います。